こんにちは、大輔です。渡航制限に悩まれる方がね、多い今日この頃だと思いますけど、本日は日本からベトナムに渡航をしたら、現地では実際にどんなことが起こるのかについてのお話をしていきたいと思います。と言いましても、単純にどんなプロセスで渡航ができるのかっていうのを淡々とお話しするだけではつまらないので、日本の多くの皆さんが知らないであろう、実際に皆さんが渡航をしてみるとですね、こんな想定外のことがあるよという出来事3つについてお話をしていきたいと思います。この情報は2月に実際にベトナムに渡航された視聴者のタカさんよりですね、現地からの動画を交えてお聞かせいただきました。こちらのタカさんはですね、今回ベトナムにはお仕事の関係で渡航されたということでですね、タカさん自身は若い時にね、いくつもね、事業を立ち上げられたようなね、そんなお方でして、アーリーリタイアをされて、今もね、いろいろと活動を海外含めてね、されてるという方だったわけなんですけど、今回はですね、成田からホーチミンまで直行便でね、JAL759 便を使われたということなんですね。2月の中旬に現地入りをされたということで、そこから14日間のクアランティーンの最中だということで、僕とね、お話をさせてもらう機会がありました。ホテルとオンラインで繋がしてもらって、いろいろと情報をね、お聞きすることができましたので、実際に渡航されたタカさんからの生の声を聞きながら、僕自身がですね、それをお話聞きながら、想定外だというふうに感じた渡航プロセス、こんなことがね、あったのねと驚いてしまった実態、3つについてお話をしていきます。では早速ですね、1つ目、驚きの渡航プロセス1つ目からいきましょう。これはですね、防護服を着るのはあなただというお話なんですよね。荷物をピックアップして、そっからがまた長いんですけど、ピックアップした後防護服着させられるんですよ。防護服ですか？そう。相手が着てるんじゃなくて自分が着ないといけないんですね。自分が着るんです自分、それ初めて聞きましたね。青色の防護服を渡されるということなんですよ。で、全員がこれに着替えてから進んでいくということになるわけなんですね。ベトナムに入国をして隔離ホテルに到着するまでのこの間、これを着てる必要があるということになります。空港の中だとか、よくね、スタッフの方が防護服を着てるっていうケースはよく目にしますけど、自分自身がね、防護服を着る必要があるっていうところは、ベトナムならではの措置なのかもしれませんよね。他の国でも採用してるところあるのかな。それでは次のお話、驚きの渡航プロセス2つ目なんですけど、2つ目はですね、税関のお話なんですね。関税チェックないなっていうことで、荷物が多いと普通税関で止められて検査される可能性高いっていうそんな感じなんですか？ベトナムははい。100%、もうチェックされるんですか？赤外線通させられるんですよ。はいはいはい。入国するときにもってことですか？そうです、そうです、入国するなるとき。ほど。税関で。はいはいはい。で、もうそこで見つけられたら、もうこれを言われるか、税金を納めろって感じですね。はい。はい。それが、捕まってるの見かけます。それがじゃあ今回承諾されていたというのが一切違う点だ。税関チェックないです。もうそのゲート自体が機能してない。全然違う場所から出てくんで、はい。なるほど。通常の時はね、もちろんながら、税関のゲートを通るわけなんですけど、コロナ対策ということで、空港でのね、手続きっていうのはもう最小化されていて、隔離ホテルに直行するということになるようでですね、税関を通らないみたいなんですよね。これが全ての人に当てはまるのかどうかはわからないんですけど、今だけの措置になるのかな。コロナ対策のね、どういうルートを通って、隔離ホテルまでね、到着するのかというね、
措置の一環だと思いますけど、この時期ならではの税関を通らないというお話になったのかもしれませんよね。そしてベトナム、国によってね、この税関を必ず通させる国と、割とね、そこのが緩いような国って、いろいろありますけど、例えば、日本に帰国するときは一応全員、口頭でね、チェックされて、必要であれば、荷物を赤外線に通すみたいなことやりますけど、例えばね、フィリピンに入国するときなんかは、ほぼ、スルーパスでしたね。スルーパスというか、もう何もチェックされずにっていうことが、ありました。ありましたというか、毎回そんな感じですよね。僕もね、よく、ナイヤの、税関ゲートを覚えてるんですけど、人はね、一応いるんですけど、人がもうちらほらね、見てるだけで、大体僕なんかは荷物が少ないんでね、目に触れることもなく、さーっと通り抜けて、それで終わりなんですけど、これがベトナムとなると、すべての人がね、チェックをして、赤外線も通すということになっていたらしいので、そちらがですね、今この時期は、不要ということで、結構ね、これは興味深い違いだなというふうに思いますよね。それでは、最後の3つ目のお話に参りましょう。驚きの渡航プロセス。3つ目はですね、隔離ホテルの徹底ぶりがやばいというお話なんですね。で、ホテル着いたら荷物自分で持って入れと。だからやっぱあれなんですかね、極力触れないようにみたいな、そういうことなんですかね。チェックインとかもなくて封筒だけ置いてありました。で、エレベーター乗って、エレベーターもゲストオンリーとかって書かれてるやつで、そこに乗って入ったんですけど、私が歩いたところ、後ろから全部消毒。防護服も着用して税関もスルーするっていう徹底ぶりなんですけど、隔離ホテルについても同様のレベルで、いろんな対処がね、あるということなんですね。普通ホテルに到着したらチェックインだとかのね、手続きで最低限のやり取りをスタッフさんとね、するっていう、そういう運びになることが想定されるわけなんですけど、でもね、それがないってことみたいなんですよ。で、私入るとき全身やられましたよ。頭から消毒を。カバンも全部。消毒を。びっちゃびちゃですよ。じゃあ全身その匂いになっちゃうってことなんですね。なりました。だから防護服着ててよかったと思って、それやられるの知ってたんで、スーツケース私ビニールしてったんですよ。もう荷物も全部やられるんですね。荷物が特にやられます。このですね、消毒液でビシャビシャになってしまうっていうのは、結構なことですよね。なかなかそこまでね、ばい菌扱い、実際ばい菌なんでしょうけど、海外から来た国はね、その国にとってはばい菌なんでしょうけど、実際ね、消毒液をね、ビシャビシャになるまでね、かけられるっていうのが、このホテルのチェックインの時にあるっていうのは結構驚きですよね。これもホテルによっていろんな対処があるんでしょうけど、ぜひですね、ベトナムに行く際には、ベトナムに限った話ではなくて、その強制力が強めのクアランティーンを保有するですね、こういったプロセスを持つ国にですね、渡航する場合には、消毒液でビチャビチャになってもいいようなね、心構えで行くということが、今後のニューノーマルトラベル必要なことなのかもしれません。タカさんに関しては日本の自主隔離もね、ご経験されたということで、いろんなね、国の隔離措置っていうところを、ご存知の方だったわけなんですね。そこに来てね、日本の検疫の甘さには、タカさんもご意見があってですね、いろいろ教えてもらいました。例えばね、外国から帰国をして、自分でレンタカーを借りてですね、もしくは自家用車で、地元にまでね、帰るということがあるわけですけども、その間にね、高速道路を使って皆さん、帰宅をされるということになるわけなんですけど、この時にトイレ休憩一切なしっていうことって人間ですからね、これできないわけじゃないですか。だからサービスエリアだとかに泊まっていく必要があるわけなんですけど、実はね、ここ日本ならではのローカルルールがあるみたいですね。一応その入国管理局の案内でタカさんがね、この自分で質問されたみたいなんですけど、サービスエリアへの立ち寄りはダメらしいですね。しないでくださいと、実際してもわかんないんでしょうけど、しないでくださいという案内になるみたいです。じゃあね、このトイレ行くときどうしたらいいのかって話なんですけど、これはですね、パーキングエリアであれば OK ですよっていうことみたいですね。だから日本の入国管理のね、このその案内のルールみたいなところが、サービスエリアは OK で、パーキングエリアは NG みたいなね、こういうなんとなくね、こういう住み分けがあるみたいなんですけど、これを聞くだけでもね、やっぱ日本の検疫の甘さっていうのは、感じますよね。このベトナムの徹底ぶりと、比較するとね。あとはですね、日本とベト
トナムの大きな違いのもう一つに、ベトナム人の帰国が許されてないということがあるわけなんですよね。これはベトナム国内にこのウイルスだとかをね、やっぱ持ち込まないための、水際対策ということなんですけど、自国民を帰国するためにですね、支援をしないというか、そこに、帰国者を受け入れないというですね、こういった措置を、取って、こういうね、措置だと思われるような状態を、している、ベトナム政府もどうかと思いますけど、こういうね、違いがあるわけですよ。世界人権宣言においては、それぞれの国の人は、自国に帰る権利を有するということになるわけですから、このですね、人権の観点から見ても、自国民の帰国を許していないというところは、ベトナムならではなというふうに思いますよね。だから人権の考え方に違いがあって、その点ね、日本は人権尊重されるいい国だなとは思いますけど、だからそれがゆえに隔離措置の甘さみたいなところにもつながっていくわけでして、興味深いお話だなと思って、いろいろね聞かせてもらいました。ということで、日本からベトナムに渡航すると起きる想定外の出来事3選ということで、お話をさせてもらいました。防護服を着るのはあなただというね、一つ目のお話、そして、税関はスルーされますよと、今の期間だけだと思いますけどね、そして隔離ホテルの徹底ぶりがやばいということで、ビシャビシャになっても大丈夫な、心構えでですね、渡航をしてまいりましょうと。こんな感じで、本チャンネルでは、世界各国への渡航情報に関して、一般報道では読み取りきれない情報を皆さんにお届けしております。今回の動画が役に立ったなと思われる方、チャンネル登録をして、また次回の動画でお会いしましょう。大輔でした。